様こんにちは、木漏れ日です。今日から2週間ヨーロッパを旅してきます。京都駅から関空行きのバス待ち。いつもこの時点では旅に出る実感はなくて、関空で何食べようかなとかそんなことを考えてる。17時30分発関西空港行きでございます。日本というか京都から出るのも久しぶり。今回はどんな旅になるかな。バスに揺られて約1時間半で到着。時間に余裕があるのでフードコートへ直行。やっぱり和食やな。一人旅の必須アイテム。肉じゃがやと思ったらすき焼き風にやった。ねん彩りとか美味しければ。ほな、いただきます。今回はヘルシンキを経由してアムステルダムへと向かいます。チェックインカウンター激混みやった。やっぱフィンランドは人気やな。ちなみに荷物はギリギリセーフでした。あと 100g でアウトやった。保安検査場がどこか迷ってしまい、たまたま通りかかった CA さんたちについていくことに。無事に通過、搭乗ゲートへ向かいます。ヘルシンキ行きは23番か。あっちの方やな。ゲートに到着するとマリメッコモデルの機体が。テンション上がる。この辺りでようやく今から旅に出るんやと実感が湧いてくる。ここからはもう後戻りできひん。前進あるのみ。離陸後はおやつを食べてぐっすり眠って機内食を食べての繰り返しやった。もちろんブルーベリージュースもいただきました。着陸前に乗り換え便の出発ゲートを確認しておく。13時間20分後、ようやくヘルシンキに到着。約半年ぶりのフィンランド。恋しかったと言いつつ、ここからオランダへ向かいます。サクッと水だけ買っていく。1ユーロ185円やから今回の旅はもう2倍。500円の水です。他にも可愛いマグネットやムーミンの絆創膏とかあったけど、今回は長旅プラス円安なので我慢。余裕あったはずやのに入国審査が混んでて時間ギリギリ。夏は自動チェックインで行けたのに今回は使えませんでした。あと結構旅行のスケジュールも詳しく聞かれました。オランダへもフィンエアを利用します。雪やテンション上がる。京都はめったに雪降らへんからな。アムステルダムまでは約2時間半のフライトです。窓の外を見るとなんか巻いてた。翼についた雪を取り除いて凍結を防ぐ作業らしい。それではオランダに向けて出発です。行ってきます。
窓から見える朝焼けが綺麗で感動した。この景色を見ながら飲むブルーベリージュースは美味しさ2倍やった。ヘルシンキからアムステルダムまであっという間でした。昨日からめっちゃ寝たし体力満タン。楽しむぞ。長旅でしたが荷物も無事に届いてました。町の方へと移動します。空港内で気になるショップを見つけたので少しだけ見ていくことに。早速ミッフィーを発見。風車や器具などオランダを感じるデザインでかわいい。約5000円。円安でお値段だけは可愛くなかった。そっと戻す。その他には多くの本が揃ってました。空港あるある。そしてここにもミッフィーを発見。さすがオランダ。寄り道はこのくらいにして町へ向かいます。アムステルダムセントラル行きに乗ればまあなんとかなるやろ。自動券売機も分かりやすかった。片道をタップして行きたい駅の名前をタップ。座席はセカンドクラスで十分でした。大きいスーツケース持ってても余裕で座れた。あとは隣にある端末にクレカをタッチするだけ。空港から市内まで1500円ほど。1ユーロ120円の時代戻ってきてほしいな。ちなみに決済完了してから切符が出るまでちょっとだけ時間がかかるのでのんびり待ちましょう。よし、無事に切符をゲット。ちなみにアプリから切符を買うこともできます。NS で検索してみてくださいね。乗車前に切符をタッチする必要があるみたい。タッチしてとりあえず目の前のエレベーターに乗り込んだら全然違う待ち行きのホームに出てしまい大焦り。その後も少し迷子に。でも観光客っぽい人についていったら無事セントラル行きに乗れました。電車に乗ってしまえばひとまず安心やわ。この切符も旅の思い出やな。降りる時も忘れずにタッチ。ついにアムステルダム中央駅に到着。荷物を下ろすためにひとまずホテルへ。本日から4泊滞在するホテルエセレーヤ。お部屋の準備ができてたようですぐに案内してもらえました。さてどんなお部屋かな。早速見ていきましょう。かわいいボタニカル。テーブルの上にはキラキラとしたキャンディー。ドレッサーの上には嬉しいコーヒーマシンも。小物一つ一つまでおしゃれでかわいい空間。清掃をお願いしたい日はこのピンクのカードをドアノブにかけます。お掃除いらない日は緑のカードをかければ OK。 紙コップもホテルオリジナルデザインでテンション上がった。かわいい。コーヒーカプセルも思ったより多くて嬉しい。海外では珍しくトイレとシャワーが別でした。
びっくりしたのはアメニティが6シタンで統一されていたこと。まずボディクリームが用意されていることに感動。バスタブはなかったけどめっちゃ綺麗なバスルーム。こちらも全部6シタン。このオランダ旅で髪の毛綺麗になりそうやわ。クローゼットも広々。早速ダウンをかけた。隣には金庫と冷蔵庫。小型やけどよう冷えてた。スリッパあるのもすごいわ。ここに4泊も滞在できるなんて最高。ちょっと一息つきます。お腹が空いたので近くのスーパーへ行ってみることに。ヨーロッパの街並みに感動。ほんですごい自転車の数やな。思ったよりいい天気で嬉しい。途中でめっちゃええ感じの鳥に出会った。モデルやん。歩いてるだけで楽しい。自転車のスピードにビビる。綺麗やなあ。道を曲がると一気に都会の雰囲気。お目当てのスーパーに到着。入ってすぐフレッシュなフルーツがずらり。ジュースも種類がたくさん。カラフルでかわいい。このアップルジュースめっちゃ並んでる。人気なんかな。このセットで一品作れるんすごい。これ日本でも売ってほしい。フルーツはさすがの大きさでした。これバターかな。パッケージがかわいい。乳製品コーナーめっちゃ充実してる。さすがヨーロッパのスーパーや。スイーツコーナーを発見。これ値引きされてるんちゃう？オランダのスーパーにも値引きシールあるんや。いいこと知ったわ。ピザもめっちゃ美味しそう。スーパーのクオリティとは思えへん。おつまみに良さそうなチーズやハムがずらり。こじんまりとしたサイズ感なのも嬉しい。パンコーナーもめっちゃ充実。このパンオショコラめっちゃ美味しそう。お土産にも良さそうなスナックも発見。どれも美味しそう。これはもしかすると私の好きなお寿司があるのでは？あったー。このお寿司フィンランドのスーパーにもあるんやけど、
ほんまに美味しいんです。サーモンが日本より新鮮やねん。今日のお昼はこのお寿司で決定や。お寿司をゲットしてご機嫌。ホテルに戻ってきました。パブリックスペースが空いていたので少しだけ見ていくことに。ドリンクとお菓子が用意されていて自由にとって OK みたい。特にこのお菓子どれも美味しかった。お部屋と同じくらい居心地いい空間。どこを見ても可愛くて癒される。ソファーに可愛い猫さんを発見。この猫さんもスタッフの一員らしいです。可愛すぎるやろ。窓辺に揺れるチューリップにときめいた。ひとまずお部屋に戻ってきました。ちょっと遅めのランチタイム。買ってきたお寿司をいただきます。おやつは持参したおかき。移動で寝てばっかりやったし、この一日でコロコロ太った気がする。やっぱおかきはどこで食べても美味しいわ。この後アンネ・フランクの家を訪れる予定です。もうちょっと休憩したら動き出そう。よし、アンネの家へ出発。この通りが特におしゃれで、歩いているだけでワクワクする。京都でいう寺町みたいな感じやろか。あまりにも素敵でしばらく見とれていました。街並みが可愛くてなかなか進まへん。日本に来る外国人もこんな気持ちなんかも。さっきまで遠くにあった教会が見えてきました。なんと高さ85メートルもあるそうです。アンネの家もそろそろ見えてくるはず。ありました。アンネの家はとても人気なので予約必須です。子供の頃初めてアンネの日記を読んだ時、自分がここを訪れるなんて思ってもいなかった。教科書で見るのと実際に見るのとでは全然違う。当時のまま時が止まったような薄暗いキッチン。感づかれてはならないとトイレの水すら流せない。そんな隠れ家でアンネは生きることも夢も諦めなかった。彼女の生き様とこの歴史を忘れてはならない。同じ過ちを繰り返さないために。アンネの家は撮影禁止ですが、日本語の音声ガイドもあり、歴史を学ぶことができます。ぜひ訪れてほしい場所の一つです。この後はふらりと街歩きでもしようかな。日が傾き始めてちょっと寒くなってきた。めっちゃ綺麗。この時期はサンセットクルーズも良さそう。かわいい雑貨屋さんを見つけたので入ってみることに。ミッフィーいっぱいいそうやなと思ったら、
入り口には招き猫。レシピ本がたくさん。特にこの本が気になる。さりげない小豚がかわいい。このポストカード私に似てる。毎日心配事ばっかり。あ、ミッフィーいた。かわいい。種類もたくさん。どれもかわいいけど、やっぱり飾られてたんが気になる。かわいいけどまだ初日やしな。ここはぐっと我慢。他にも気になる雑貨がたくさん。靴下もカラフルでかわいい。お値段だけが可愛くなかった。これはオースティン・パワーズに出てきそうなマグカップ。オランダはいろいろと合法やからな。表現の自由っていいな。さすが世界一の自転車大国。自転車アクセサリーも充実。特にこのハムスターは最後まで買うか悩んだ。これは次の楽しみにとっておこう。探し求めていたミッフィーの編みぐるみを発見。真珠の耳飾りや。どれも可愛くて選べへん。ミッフィーはもちろんオランダらしい可愛い雑貨がいっぱい。ぜひミッフィーを探しに来てみてくださいね。少し薄暗くなると街に明かりが灯り、賑やかになってきました。建物がラッピングされてるみたいで可愛い。ちょっと進んだところで日本語を発見。寿司バー、わかりやすいネーミングやな。雰囲気の良さそうな書店を発見。入ってみます。わあ、オランダの本がたくさん。ピクルスのレシピ本もある。日本でいうと浅漬けの本みたいな感じかな。かわいいカレンダー。おしゃれやな。ジャパニーズって書いてある。ラーメンのレシピ本かな。オランダでも日本食が人気みたい。嬉しい。カラフルな本が多くて見ているだけで楽しい空間でした。それでは夜ご飯を食べに向かいます。街中ライトアップされていて、お昼とはまた違った雰囲気。テーマパークにいる気分。到着しました。こちらのレストランではオランダ料理がいただけるとのこと。内装もおしゃれで落ち着いた雰囲気。初オランダ料理楽しみや。店員さんおすすめのコースをチョイス。1品目が来ました。サラミにソーセージに付け合わせのピクルスまで、どれも美味しそう。オランダのマスタード、衝撃的な美味しさでした。続いてメインはこちら。
これがボリューミーで食べ応えあり、隣の紫キャベツがさっぱりしていていいアクセントに。デザートはチョコレートが特に美味しかった。オランダ料理を堪能できる素敵なレストランでした。ぜひ行ってみてくださいね。食べ過ぎたのでちょっとお散歩。地元のおじいちゃんが楽しそうに歌ってる。こういう海外の日常大好き。可愛らしいお店、気になるリスト入り。帰り道で日本語見つけた。気になるのでちょっと寄ってみます。立派な本屋さんでカフェも併設してるみたい。センスが光るディスプレイに思わず惚れ惚れ。店内には可愛いポストカードも。思わず手に取りたくなる素敵な表紙。コーヒー飲みたくなってきたな。私は旅行が生きがいやわ。2階はファンタジー系の小説がずらりと並んでいました。充実した初日やったな。明日に備えてホテルでゆっくりしようっと。ちなみに明日はユトレヒトという町に行く予定。オランダ編パート1はここまで。次回パート2、ミッフィーと過ごす冬休み編でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではおやすみなさい。